四女にとって命の恩人というべき存在の人物がいました。それは養母であるイノンワンフ・キム氏です。イノンワンフは父スクチョンの4番目の王妃で、スクチョンよりも26歳年下の年の差カップルでした。2人の間に子供はおらず、四女を養子として迎え、自身の子のように大切に育てました。四女の命を救った大きな出来事として知られるのが、キョンジョンの治世中に起こった移民奥さです。この事件では、一部のノロンパが四女を擁立し、謀反を企てたとして告発され、その謀反に四女も連座したとされました。謀反に担ぎ上げられた王族に命はありません。この時、イノンワンフは後見人として四女を全力で守り抜き、彼の命を救いました。彼女は四女よりわずか7歳年上でしたが、彼にとって命の恩人であり、イニョンワンフは生涯忘れることのできない感謝と敬意を抱く特別な存在であり続けたことでしょう。イニョンワンフは晩年、デワンテビとして四女や正室チョンソンワンフからも厚く礼を尽くされたと伝えられています。しかし、正室チョンソンワンフが世を去った約1ヶ月後、イノンワンフも70歳で息を引き取りました。四女にとって短期間に大切な女性たちを相次いで失うことは非常に大きな悲しみとなったことでしょう。その後、約2年が過ぎ、四女はカンテクという正式な手続きを経て、新たな王妃を迎えることになります。その選定にあたり、養母であるイニョンワンフと同じ氏族から選ぶことを決めました。帝室として迎えられた王妃はチョンスンワンフ・キム氏です。当時、四女は65歳。チョンスンワンフはわずか14歳。2人の年の差はなんと51歳です。これは朝鮮王朝の歴代王の中でも最も年齢差の大きい結婚でした。また、チョンスンワンフは四女の息子よりも10歳も年下でした。つまり、息子にとってママ母が10歳も年下でした。この結婚について、チョンスンワンフはどのような気持ちだったのでしょうか。養母であるイノンワンフと同じ氏族には結婚適齢期の女性が他に
いなかったからでしょうか。それとも王妃という女性として最高の地位に憧れたのでしょうか。あるいは仕方なく受け入れた結婚だったのでしょうか。四女はチョンスンワンフを寵愛し大切にしましたが、子供は生まれませんでした。四女が皇居し、その後、孫のチョンジョも世を去った後、王室の長老としての立場にあったチョンスンワンフは55歳の時、摂政となり、約3年間にわたり実権を握ることになります。このお話については、また後ほど詳しくお話しいたします。四女がセジェだった頃、25歳の時に同い年のチョンビン医師との間に長男が誕生しました。チョンビンは8歳で王宮に入った宮女でした。四女によれば、彼女はもともと両家のお嬢様だったそうですが、どのような経緯で宮女になったのかは明らかではありません。四女と彼女の間には一男二女が生まれ、長男はスクチョンが生前に目にした唯一の男子の孫でもありました。チョンビンは若い王子の頃の四女を支えた側室でしたが、わずか27歳でこの世を去りました。その後、四女が即位すると、彼女との息子である長男は6歳でセジャにxác立されました。彼はヒョジャンセジャと呼ばれています。8歳の時には3歳年上のヒョスンワンフ女子と結婚しました。しかし、セジャはわずか9歳で亡くなり、夫婦生活はわずか1年で幕を閉じます。これにより、ヒョスンワンフは13歳の若さで未亡人となりました。四女は早くに夫を失った彼女の不憫さを思いやり、可愛がっていたようですが、彼女もまた35歳という若さでこの世を去りました。彼らを襲った悲劇は、四女の心に深い悲しみを刻むことになりました。ヒョジャンセジャの家系図です。お二人とも早くに亡くなってしまいました。後に誕生するチョンジョがヒョジャンセジャの養子に入りました。後ほど詳しくお話しいたします。ヒョジャンセジャが亡くなったのは、四女が34歳の時でした。その後、誕生するのは王女ばかりでした。朝鮮王朝の歴代王の平均寿命が
40代であることを考えると、四女には後継者を再び授かるだろうかという焦りがあったことでしょう。そしてヨジャンセジャがこの世を去ってから7年後、四女が41歳の時に待望の次男が誕生します。それがチャンホンセジャ、またはサドセジャです。この王子には2つの呼び名があります。サドセジャは父である四女が送った名前。チャンホンセジャは息子のイサン、後のチョンジョが送った名前です。四女の時代に起きたことについてお話ししていくため、以降彼をサドセジャと呼ぶことにいたします。サドセジャの聖母であるヨンビン医師は5歳で王宮に入った女官でした。そして30歳という当時としては遅い年齢で四女の寵愛を受け、側室となりました。彼女は四女の2歳年下であり、四女からの寵愛は非常に熱いものでした。ヨンビンとの間には一男六女が生まれましたが、サドセジャとその3歳年下の妹であるファワン・オンジュを除いて、他の子供たちは若くしてこの世を去りました。サドセジャが亡くなった2年後、ヨンビンも病に倒れ、68歳で息を引き取りました。四女の側室であるペスギムン氏は、サドセジャを悲劇に追いやった張本人の一人とされています。ムン氏はもともと四女の長男の正室であるヒョスンワンフ女子に仕える女官でした。ヒョスンワンフが35歳の若さでこの世を去った際、四女はひどく落ち込みました。その後、彼女の住まいを見ていた際に、57歳の四女の目に留まったのがムン氏でした。王が息子の正室に仕える女官を側室にすることは禁止されてはいませんが、道徳的には好まれません。それでもムン氏は四女の側室となり、2人の王女を授かりました。しかし、ムン氏はノロンパの重臣、キム・サンロや兄のムン・ソングクと結託し、サドセジャの評判を落とす噂を流したり、高麗人参を盗むなどの不正を働いていました。当時、多くの人々が彼女の悪事を知っていましたが、四女だけは彼女の本性に気づかず、寵愛し続けました。
晩年の四女は自分の存命中に彼女を処罰することができなかったと嘆いたと伝えられています。四女の皇居後、長女は彼女を廃し、王宮から追放しました。その際、文氏の母は流罪に、兄の文孫国はヌヒに身分を落とされる処罰が下されました。その後、文氏はムニョと呼ばれるようになり、四女の国葬が終わった後、長女の命令により、その命運がつきました。四女のその他の側室についてお話ししましょう。まず、キーン女子。彼女は10歳で王宮に入った宮女で、四女より13歳年下でした。28歳の時に側室となり、2人の王女が生まれました。四女より長生きし、73歳でこの世を去りました。また、もう一人の女性として、スンウンサン君がいましたが、彼女に関する詳細な記録はほとんど残されていません。興味深いことに、四女の側室は全員が女官出身です。彼の母、スクピンチェ氏も女官出身だったことから、四女は女官出身の女性に特別な愛着があったのかもしれません。四女は即位してから52年という長い間、王として国を治めましたが、私生活では創生した王子や王女も多く、子供たちに恵まれませんでした。そんな中、側室たちとのつながりや信頼関係は彼にとって大きな支えになっていたのかもしれません。特に努力を重ねて身を立てた女官たちに自分の母を重ねていた可能性もあります。女官は王族に仕える中で日頃の振る舞いや人柄を見られていたため、信頼を得るチャンスがあったとも考えられます。そろそろ作品が完成です。お話の続きは次回の動画でお届けいたします。配信まで楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。最後までご覧くださりありがとうございます。もしこの動画を気に入っていただけましたら、高評価をお願いいたします。チャンネル登録や応援のコメントも励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。